変化に耐えていくんじゃなくて、好ましいとも変化を起こせるような人になってほしい。20年になっても100年になってもそういう進化を誘導する大学、AIU の使命はそこにあるんじゃないかという気がしますね。英語を学ぶんじゃなくて英語で学べる場所に行きたいなと思ってたので、日本にそういう大学があるって知ってまず興味を持ち始めました。秋田に行くってなるとなかなか地元に帰れないなっていうのはすごく不安としてはあって、でもやっぱり飛び込んだ時に学べることの方が正直多かったので、そっちにかけてみようと思って国際教養を選びました。最初の多分1週間とか本当にワクワクで、やっぱり小町寮の寮生活もそうだし、もうずっと友達と一緒に勉強もできるしご飯も食べれるしみたいな学生生活にすごいワクワクしてたのは覚えてます。最初はルームメイトと初めて会った時にどこから来たっていうのが聞き取れず、リトアニアって言ってくれてるのにこれ何回聞き返したらいいんだろうみたいなので、1年目に、その寝食を共にするというか、ああでもないこうでもないっていうのを、夜部屋に集まって語り合ったりとか、あと星空を眺めて夜散歩しながらいろんなことを話したりとか、そういうなんていうか本当に家族ですよね、もうだからね、そういった関係性っていうか、自己も深く反省して自己を理解する努力する、それはリベラルアーツの根底にあるんですね。だけどもう一方では他者がいるということも喜ばしいことだということを気づかせる。最初は静かな学生だったんですけども、先生から「桃子何か言いなさい」とか言われたりで、そういったところでもっと自分の意見を持たなきゃでしたり、自分の意見を発信しなきゃっていう性格に変わりました。全国で最も人口減少率の早く進んでるところに大都市圏からたくさん来るじゃないですか。でそれってね、やっぱりチャレンジャーなんだと。すごい課題多くってすごい大変でってすごい苦労してやっぱり頑張って生き延びていく、トーフルの点数も取んなきゃいけないしとかっていう苦労をしてやっていって、でやっとトーフルも取れたし留学行けるなって言って、やっぱり留学先でまた痛い目に遭うっていう連続してすごい苦労があるのに選んできちゃってる子たち。もちろんリベラルアーツなのでいろいろな幅の広い科目を、学生は取る。でそれを自分の興味とか自分が行きたい方向に再編集して、自分に価値のある知識にしていくっていうカリキュラム設計なんですよね。やっぱ4年間あって1年間の留学があるので、仮に4年間同じカリキュラムを取ったとしてもその1年間で全然違う展開があるので、一人として同じ学び方がむしろできない設計になっている。でも2つ3つ掛け持ちしてるでしょ。で10時11時にお休みっていう学生ほとんどいなくて、下手したら10時11時から図書館に行ってでこれ大丈夫かと、何がそこまでみんなを駆り立てるというか、同期とか先輩とかに刺激を受けることが思ったより多くて、お互いに活躍してる姿を見ると、自分もやりたいって思っちゃうんですよね。
あとはこの秋田っていう地だからこそ若者でも取り組みやすい課題が結構あるなっていうふうには思っていますね。そういったところに、私たち学生が目をつけて何かプロジェクトを始めていくっていうなんか流れはできてるのかなと思います。秋田県が抱えているさまざまな課題が世界に共通する課題でもあるんですよ。秋田って実は世界の変化してる一番フロントラインなんじゃないかなと思ってるんですね。人口が減ってったり高齢化していくっていうこともあるんだけれど、もっと大きいピクチャーで人と自然の関係性っていうのを今再定義しなきゃいけない状況にあると思うんですけど、それを考えるのに実はベストな場所なんじゃないかなと思って。2004年に開学してで、4月の第1週に日本全国から集まってきた100名の学生と対面しました。来た学生たち、1期生の子たちとかは、ある意味どんな大学だかもわからない大学に、来たいって言ってくれて来た子たち。自分たちがこの新しい大学の伝統を歴史を作っていくんだっていう気概にあふれてたのが多かったっていうのは間違いないです。だって何もないところだったからね。堀井先生たちの渡す方法を見られる。しっかり頑張り最大の努力を注ぎたいと思ってます。非常に歴史的な瞬間に出会ったっていう感じがしております。で、県民の皆様をはじめ多くのご支援を得まして、今日ここに新しい国際教養大学、全く新しい大学として出発することになりました。これからは日本の大学がですね、本当に国際競争力を持つような大学になっていかなければいけないと思いますので、その一角を担っていきたいと思います。頑張ります。その20年前、ちょうど日本の大学の国際化が叫ばれ始めていた時に、本学の取り組みっていうのは間違いなく突出していた。人材を作るのが本来の大学の目的なんですけども、その本来の目的を作るためには大学の中身がいかに充実するか、どんな授業をやってるのか、どうやって学生を指導しているのか、それがほとんどネグレクトされて、ブランドとか伝統とか大学の大きさとか、それから建物がきれいかとかね、そんなことで考えられてきたこれまでの日本の高等教育全般をね、やっぱり変えていく一つの試金石になればいいと思ってるんですけどね。中島先生ってどこにもない大学を作る、理想の大学を作る、日本の教育を変えるっていう、その強い信念があって、そのために、やれることを何でもやるっていう感じありましたね。例えば私が「いやこれは大学設置基準に抵触しますからやめた方がいいと思います」とか言うと「何を言ってるんだ」と「僕たちがルールを変えるんだよ」これが口癖で大丈夫だよって何回も言われましたね。ですごいのがですね、本当に後でルールが変わるんですよ。学校教育法も変わりましたけど、I found this classroom, and outside, this view was so beautiful, and it's very quiet. So I decided this is great classroom. 中島さんはね、ICU の私の学長の宿舎にね会いに来てたんですよ。そういう意味でね、お互いに交流があって、それで突然亡くなっちゃったでしょ。
じゃあ大変だで、私がここに来るということになって。みんな帰ってきたよ。そのスーパーグローバル大学であったりだとか AI をもっとこう持続させていくためにっていうことを考えてる学長なんだなっていうのは感じました。学長も変わられたりとかしたところで、AIU のいいところってなんか変化することをネガティブにみんな捉えてないところで、ずっとこうだったけどこうした方がいいんじゃないのみたいなのは、10年経った後の人たちも結構こう過去に甘んじずこう変化させていこうみたいな気持ちはあったかなと思います。そろそろ一度立ち止まって自分たちの現在地っていうのがどこにあるのかっていうのを、振り返り始めて、結果的に決して間違ってなかった。で日本の高等教育、大学における世界展開のかなりフロントランナーとして突っ走ってきたのが認識できたのが10年目ぐらいからですかね。日本における一般教養とリベラルアーツっていうのは全く違うものだと私は思ってるんですよ。でそれを風野さんはちゃんと理解している。やっぱり風野さんは非常に軽有な人ですよ。この AIU が日本のリベラルアーツ教育の先端を今でも行っているというのは変わりませんね。もう少しね市民とかこういうの皆さんとか産業界と自由に交流できる場があったらいいと思うんですね。なんていうんですか、文化と学業の何か交流する場みたいなのあったらいいんですね。でこの新しいチャプターってその今までの蓄積を失うことなく進化をしなきゃいけない時期だと思うんですね。我々のリベラルアーツの精神に基づいたそういう全人教育をぶれることなく真に置いてその上でいろんな科学技術にも耐えうる人間と大学になっていくということだと思いますね。戦後から高度成長期に入った日本が三大都市圏に集中的に投資をすることによって国力が上がるというモデルでずっと発展してきたんですね。だけどこれからの世の中が別に秋田県というような地方県が直接海外と何かをやり始めても全然構わないんですよね。そういうようなものを作り出すことに AI 優勢が貢献できたらいいかなという感じがするんですよ。でそこに向かわせるためにどんなような力を学業として我々が提供するべきかということは必死で AIU の今後を考えなきゃいけない。5年10年後にはねここの卒業生が非常に大きな役割を社会的にも国際的にも演ずるそういう大学にもなるだろうと自信を持って私も申し上げたいと思います。